どうも、ひさくです。お家で楽しむ癒し空間、アクアリウムを始めようということで始めたこの企画。今回は3回目ということで、こちらの緑の絨毯が広がる水草水槽を実際に立ち上げていこうと思います。前回の2本の動画をまだ見ていないという方は、そちらを先に見ていただけると嬉しいです。水槽を立ち上げる準備を始める前に、レイアウトの構図を決めていきます。構図にはこんな感じにまとまりがよく見える基本構図みたいなものがあります。ぶっちゃけレイアウトは自由なので、こういった枠にとらわれる必要はないのですが、今回は小型の水槽でも簡単にできるレイアウト構図ということで、三角構図を採用していきます。まずはじめに、今回の水草水槽をレイアウトしていくにあたって使用する機材を紹介していきます。ちなみに今回はほぼ全ての機材をチャームのネット通販で買いました。チャームとはペット用品の専門店です。アクア用品の品揃えが豊富で、店舗での直接販売や自社サイトでの通販以外にAmazon や楽天でも通販を展開しているので、自宅にいながら気軽にほぼ全てのアクア用品を手に入れることができます。本当は生態や水草はアクアリウムショップに足を運んで自分の目で状態を確認した上で購入するのがいいのですが、このご時世気軽に外に出られる雰囲気ではないので、今回はほぼ全てをチャームで購入しました。そして今回は初めての方にもなるべく始めやすいように機材購入費用をだいたい1万円くらいと決めて揃えました。それでは順に紹介していきます。まず水槽。これがなくてはアクアリウムは始まりませんね。今回はジェックスのグラステリア300というオールガラス水槽を購入しました。横幅約30センチ、奥行き約20センチの小型水槽です。ライトはジェックスのクリア LED パワー3という LED ライトにしました。このライトがあれば初心者向けとされる水草は大体育てられます。もし予算に余裕があってもっとたくさんの種類の水草を元気よく育てたいという方は、チャームで買えるトライアングルグローがおすすめです。ろ過フィルターはジェックスのコーナーフィルター F1 というものにしました。このフィルターは水槽の内側の角につけるタイプの水中フィルターなので、水槽周りがスッキリしておすすめです。素材はパワーハウスのカスタムソフトタイプを購入。先ほどのコーナーフィルターには純正の露材が一つ入っていますが、だいたい1ヶ月で交換なので、その度に露材を交換していたら、せっかく住み着いたバクテリアを捨てることになるのでもったいない。ということで、2週間経ったタイミングで洗えば繰り返し使えるこちらの露材に切り替えます。露材を入れるために100均で水切りレントも買いました。ヒーターはテトラの26度セットヒーターを買いました。水槽が小型なので、なるべく小型なものを選びました。水温計はアナログの小型なものを選択。水草水槽ということで、底砂にはソイルを選びました。この水草一番サンドは、ある程度の種類の水草が無難に育ってくれるのでおすすめです。いろいろな容量がありますが、今回は2キロを選択。こちらは商品名にもある通り、チャームの方でランダムに形状を選んでもらえるものです。運要素が強いので、ギャンブル好きな方にはおすすめかも。今回は
SS サイズだったので、手のひらサイズのものが3つ入っていました。こちらもランダムで流木が選ばれる商品。今回は2点買いました。続いて水草の紹介。今回の水槽にはラージパールグラス、ルドビジア SP スーパーレッド、ニューラージパールグラスの3点を使います。水上葉が多いですが、水中に植えておけば水上葉が溶けて自然と水中葉が出てきますので、遠慮なく植えてしまって大丈夫です。軽き抜き剤はエイハイムの 4in1 を買いました。理由は普段から自分が使っているから。市販されているものならどれを使っても大丈夫だと思います。水草を植えたりカットしたりするために必要なピンセットとハサミ。本当はアクアリウム用のこういった長いものの方が便利ですが、これからアクアリウムを始めるという人にあれもこれもと勧めるのはどうかと思ったので、100均で代用できるものは代用して初期費用を抑えちゃいましょう。物足りなくなったら後から買い出せば OK です。後々生態の水合わせの時に使う網。このスリムネットしなりは名前の通りしなるので魚を捕まえやすくておすすめです。あとは軽き抜き剤を測るためのピペットと水槽のバックスクリーン代わりに使うクリアファイル、水を汲むための計量カップも100均で買いました。今回用意した機材は以上です。それでは実際にレイアウトしていきましょう。まず水槽を用意する前に流木を煮込んでいきます。流木は種類によって水に沈みにくく浮いてしまうものもあるので、今回のように鍋で煮込んで沈むようにします。鍋を用意するのが面倒な場合、お湯や水を入れたバケツに流木を数日漬けておく方法や、流木に石などの重いものを取り付けて無理やり沈める方法もあります。流木を煮込んでいる間に水槽を開封して作業を進めていきましょう。水槽を梱包していた上下の蓋は引っ越しの際など水槽を再梱包するときに使えるので、捨てずに取っておくといいですよ。ジェックスのグラステリアシリーズには基本的に水槽マットと水槽ガラス蓋受けの器具が付属しています。間違って捨てないように注意しましょう。次に疑似的なバックスクリーンを作っていきます。バックスクリーンを貼ることで機材のコードを見にくくすることができます。必要ない方はこの工程を飛ばしちゃって大丈夫です。バックスクリーンにはあらかじめ糊がついている商品が販売されていますので、予算に余裕がある方はそっちを買った方が楽です。今回はケチって100均のクリアファイルでそれっぽく仕上げます。作業はクリアファイルを水槽の幅にカットしてテープで固定するだけです。水槽の下の部分が数センチ空いてしまっていますが、今回はソイルを敷いて隠してしまうので大丈夫です。次に平行の取れた場所に水槽マットを敷いて水槽をセットしていきます。ここで念のために水漏れをチェックします。水をいっぱいに入れて、特に水が漏れていなければとりあえず OK。 今度は水草の下処理をしていきます。まずは量の多いラージパールグラスから、裏返して黄色や茶色に変色してしまっている部分を取り除きます。この商品は結構一本一本が絡まっているので、
ほどいてカットします。次にルドビジア。この水草もさっきのラージパールグラスと同じく2、3等分にして長さを整えておきます。ニューラージパールグラスは裏返してネットを切り、重りを取り除いたら水草本体をネットからゆっくり剥がしていきます。剥がしたら植えやすいように小さな塊に分けていきます。水草は外来種が多いので、間違って外に出してしまうと日本固有の生態系を歪めてしまいます。そのため切った破片などは燃えるゴミとしてしっかり処分しましょう。今回の水草はすべて無農薬でしたが、念のために水草その前にという薬品を使って農薬や貝の卵を除去していきます。これを使えば 100% 除去できるというものではなく、使わない人もいるので、これを使うかはお任せで。使い方は2リットルの水に薬剤を1袋溶かして水草を10分浸し、流水で水草を洗うというものです。水草の下処理が済んだら、次にフィルターに使うカスタムロ剤を測っておきます。フィルターの純正ロ剤を一度取り出して水切りネットをセットしたら、そこに水洗いしたカスタムロ剤を入れて実際に使う量を測ります。蓋が閉まることを確認したら、純正のロ剤を戻しておきましょう。下準備をしているうちに流木がいい感じになったので、取り出して軽く水で洗っておきます。水槽にフィルターをセットします。冒頭でも言った通り、今回は三角構図でレイアウトをしていきますので、左右どちらかを三角形の頂点にするかを決めて、その頂点側にフィルターをセットします。次にソイルを入れていきます。ソイルは平らに敷いてしまってもいいのですが、奥に向けて少し傾斜をつけるように敷くと、少し遠近感が出るのでおすすめです。ラージパールグラスを植えるエリアを囲んでいきます。流木を使ってレイアウトをするときは、掃除をするときのことも考えて、ガラス面に近づけすぎないように注意しましょう。囲ったエリアにソイルを入れて、さらにフィルターに向かって傾斜がつくように余ったソイルを入れていきます。上から見るとこんな感じです。手前側の厚さは2、3センチ程度。左右の厚さはこんな感じです。まずはメインとなるラージパールグラスから1本ずつ植えてしまってもいいのですが、時間がかかるので数本まとめて植えていきます。
水草を植えるときは垂直に植えるのではなく、斜めに植え込む方が抜けづらくなります。ルドビジアはワンポイントとして手前側にまとめて植えます。この水草は背丈が低く這うように育つので、間隔を空けて植えていきます。パッと見はスカスカですが、順調に育てば数ヶ月でこの隙間が埋まり、緑の絨毯になります。肥料を添加したり、初めから植える量を増やすことで、早く緑の絨毯にすることができます。レイアウトが終わったら、カルキを抜いた水を入れていきます。水を入れ終わったら、フィルターとヒーターの電源を入れて、最初に用意したリングロ剤、ガラス蓋をセットしたら、作業は終了です。今回は水草を元気に育てるために CO2 添加装置も用意します。といっても本格的な装置は1万円前後とまあまあいいお値段がするので、今回は発酵式という誰にでも作れる装置を使っていこうと思います。これから紹介する作業が面倒な方は少し割高になりますが、完成された商品もありますので、チェックしてみてください。必要なものはこちら。まず、キャップに穴を開けます。裏側からジョイントを差し込み、隙間を瞬間接着剤で埋めます。蓋、エアチューブ、逆流防止弁、エアストーンをつなげます。砂糖にぬるま湯を入れて砂糖水を作ります。砂糖水とドライイーストをペットボトルに入れてよく混ぜます。しっかり蓋を閉めてエアストーンを水槽に入れます。しばらく待ってエアストーンから泡が出れば成功です。効果は季節によってバラバラですが、2週間から1ヶ月くらいは持つと思います。発酵式は二酸化炭素の添加量を調整できないので、そのまま水槽に入れておくと生体が酸欠を起こす可能性があります。なので、照明の消灯後は水槽からエアストーンを出しておくことをお勧めします。さて、これで初日の立ち上げ作業は終了です。ここから1、2週間、フィルターとヒーターの電源は入れっぱなしで水を回していきます。LED ライトは
7時間から8時間を目安に点灯します。もし難しい場合は最低5時間点灯するか、こういったタイマーやスマートプラグを使うことをお勧めします。1、2週間経ったら水を半分交換します。交換したところでようやく好きな生態を買うことができます。今回のサイズのレイアウト水槽であれば、ネオンテトラといった小型の生態であれば10匹くらいは買えると思います。生態をお迎えした後は、生態の様子を見ながら定期的に掃除、水替えを行って維持していきます。アクアリウム界隈では、慣れない最初のうちは週1回3分の1の水を変えるという方法が無難とされています。今回の水槽の場合、2週間待つとこんな感じになりました。結構茶色い苔が目立つので、水替えのついでに苔を掃除していきます。ガラス面はこういったスクレーバーがあると手を濡らさずに掃除できるので便利なのですが、ちょっと高い。ということで簡易的なものを買いました。身近に使わなくなったクレジットカードなどの硬いカードがあれば、それでも代用は可能です。使い方はこれでガラス面をこするだけ。ちょっとわかりづらいですが、こすったところとそうでないところを比べるとこんな感じです。ガラス面の掃除が終わったら、あとは水を半分交換するだけ。今回はプロホースという道具でゴミを取りながら水替えをしていますが、ない場合は計量カップとかで大丈夫です。入れる水はカルキを抜くことを忘れずに。ついでにろ過フィルターのろ材も純正のものからリングろ材に入れ替えます。純正のろ材の代わりにそのまま入れて電源を入れてみましたが、たまにろ材が空回りしたり詰まったりしていました。なので100均で売っている8底ネットを挟んで解決させました。フィルターを水槽に戻して電源を入れれば作業は終了。あとはお好きな生態を水合わせしてお迎えするだけです。ここからが癒しの空間の始まりです。今は殺風景な水槽かもしれませんが、維持の仕方によって生態も水草も日に日にいろいろな変化を見せてくれます。ちなみにこの水槽を約4ヶ月ほど維持するとこんな感じになります。もちろん4ヶ月放置すればこういったレイアウトになるというわけではありません。定期的なメンテナンスが必要になってきます。その方法はまた改めて動画にしていきたいと思います。まずは1本自由に水槽をレイアウトして立ち上げてみてはいかがでしょうか。さて、今回の動画はこれで終わりです。いつもは小型水槽のレイアウト動画やアクアリウム用品のレビュー動画を投稿しておりますので、ぜひチャンネル登録をしてもらえると嬉しいです。また、Twitter や Instagram でもアクアリウム関連の情報を発信していますので、チェックしてもらえると嬉しいです。それではまた次の動画で。ご視聴ありがとうございました。